こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は、日立製作所。小さなモーターから社会を動かす仕組みへ広がった会社の物語です。日立を家電の名前だけで見ると、今の姿を見失います。この会社は鉄道、電力、工場、IT をつなぎ、社会の裏側を動かす会社へ変わってきました。物語の始まりは、茨城県の日立鉱山です。機械を直し、必要なものを自分たちで作る。油の匂いがする工房から日立の道は始まりました。創業の象徴は小さなモーターです。大きな会社の始まりにしては静かな道具に見えます。けれど、社会を動かす力はこうした小さな回転から始まります。当時の日本では大切な機械を海外に頼ることも多くありました。自分たちの手で必要な道具を作りたい。その願いが日立のものづくりを前へ押しました。1910年の日本は鉄道、鉱山、工場が力を増していく時代でした。電気は暮らしと産業を変える新しい力でした。日立はその流れの中で生まれました。モーターだけで終わらず、発電、送電、産業機械へ。日立の仕事は工場の中から社会の大きな仕組みへ広がっていきます。鉄道はただ人を運ぶ乗り物ではありません。駅、信号、車両、保守、電力。動く街のような仕組みを日立は支えるようになります。電力は目に見えない道です。発電所から街へ、工場へ、家庭へ。その流れを安定させることも社会インフラの大切な仕事です。時代が進むと社会を動かす力は機械だけでは足りなくなります。銀行、役所、会社の裏側には情報を処理する仕組みが必要になりました。日立は IT の世界にも深く入っていきます。翔平はここで2つの言葉を並べました。IT は情報を扱う技術。OT は工場や電力、鉄道の現場を動かす技術です。日立の特徴は情報だけでも現場だけでもありません。機械や装置というプロダクトも持っていることです。情報、現場、道具をつなぐところに日立の個性があります。今の日立を語るとき、ヌマーダという名前が出てきます。これは魔法の合言葉ではありません。現場のデータを集め、課題を見つけ、仕組みを良くするための考え方です。日立は自分たちの仕事を社会イノベーションと呼びます。大げさな言葉に聞こえるかもしれません。けれど中身は連射を止めにくくし、電力を安定させ、工場を賢く動かすことです。翔平は小さな帳簿を開きました。そこには売上、利益、研究開発、そして人の数が並んでいます。数字は社会のどこで日立が働いているかを教えてくれます。2026年3月期の日立の売上収益は10兆円を超えました。ただ大きいだけではありません。それだけ多くの社会の現場に日立の仕事が入り込んでいるということです。利益を見るときは数字の大きさだけでは足りません。どの事業で稼ぎ、どこに投資し、どの仕事を手放したのか。そこに会社の変わり方が現れます。日立は長い時間をかけて持ち物を入れ替えてきました。昔の総合電機の姿から社会インフラとデジタルを中心にした形へ、大きな船の向きを少しずつ変えてきたのです。多くの人にとって日立と聞くと家電を思い出すかもしれません。その記憶は間違いではありません。ただ今の投資家が見る日立はもっと社会の奥にあります。鉄道の仕事は海外にも広がっています。列車を作るだけでなく、運行や保守の仕組みも大切になります。時間通りに動くことは都市の信頼そのものです。電力の世界では古い設備を守りながら新しい電源にも対応しなければなりません。太陽光、風力、データセンター。電気の道は前より複雑になっています。工場では機械の音、温度、動きが毎日小さな情報を出しています。その情報を読み取れば止まる前に直し、
無駄を減らすことができます。ここにも IT と現場の組み合わせがあります。社会インフラは今日だけ動けばよいわけではありません。10年先、20年先の使われ方を考える必要があります。研究開発はその未来へ橋を架ける仕事です。日立には世界中に多くの働く人がいます。その人数は単なる規模の自慢ではありません。現場を知る人が多いほど社会の困りごとを見つけやすくなります。日立の仕事は日本の中だけでは完結しません。鉄道、電力、IT の仕組みは国を越えて使われます。世界の街で日立の道具は静かに働いています。大きなインフラの仕事には時間もお金もかかります。為替、景気、政治、資材の値段。社会を支える仕事ほど背負うリスクも大きくなります。デジタルとインフラの世界には強い競争相手がいます。IT 企業、充電メーカー、鉄道や電力の専門企業。日立はその峠を越え続けなければなりません。日立には長く大きな組織を動かしてきた文化があります。真面目で堅実で現場を重んじる。その強さは時に変化の遅さにもつながります。だからこそ持ち物を変え、稼ぐ場所を変える力が大切です。昔の強みを守るだけでは次の社会には届きません。日立の物語は変わり続ける物語でもあります。これからの社会は電力をもっと使い、データももっと使います。AI、鉄道、工場、街の設備。見えないところで安定して動く仕組みがますます必要になります。投資家が見る一つ目の鍵は IT、OT、プロダクトを本当につなげられるかです。言葉だけでなく現場で役に立つ形にできるか。そこが日立らしさの試金石です。二つ目の鍵は成長する場所に力を置けているかです。送配電、鉄道、デジタル。社会の更新が進む場所で利益を育てられるかを見ます。三つ目の鍵はポートフォリオ改革が続くかです。どの事業を育て、どの事業を手放すのか。大きな会社ほどその選択に時間がかかります。四つ目の鍵はリスク管理です。インフラ案件は大きく、長く、国境も越えます。うまく進めば強みになり、つまずけば重荷にもなります。今日の鍵は日立を物を作る会社だけで見ないことです。モーターから始まった力は今社会を動かす仕組みへ広がっています。小さなモーターの回転はやがて列車を動かし、工場を動かし、データを動かす考え方へ広がりました。原点は小さくても道は長く伸びます。次に日立を見るときは製品の名前だけでなくその奥の仕組みを見てください。社会の裏側で何を支えているのか。そこにこの会社の姿があります。日本企業の物語はまだ続きます。古い会社も新しい会社も数字の奥にそれぞれの道を持っています。上杉翔平でした。また次の一章でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本企業物語もお楽しみください。